Dzień dobry, mam na imię Ayako Gacek. Zapraszamy na Ayako Kitchen。もうすぐイースターですね。ポーランドはキリスト教の国なので、イースターはもちろん盛大にお祝いします。ポーランドのイースターに食べる伝統的なお菓子、マズレックの作り方を皆さんに紹介していきたいと思います。マズレックってこういう見た目のものです。マズレック一般的に言っても、いろんな人によっていろんな作り方があるので、定義というものはあんまり見当たらないんですけど、薄いタルト生地の上にキャラメルのクリームだったり、チョコレートのクリームだったり、時にはジャムが塗ってあったり、またまたタルトではなくて平べったいけどスポンジ生地を重ねたように作られているマズレック、いろいろなマズレックがあります。本日皆さんに紹介するマズレックは割と一般的なマズレックなのかなとは私は思っているんですが、キャラメルのクリーム、その上にチョコレートガナッシュをコーティングして春らしく綺麗に飾り付けしたマズレックを皆さんに紹介します。最初にボウルにバターを入れていきます。こちらのバターは室温に戻したものを使ってください。まず最初にバターをクリーム状にします。バター全体が均一な硬さになったら粉糖を入れます。はい、そして混ぜます。バターが白っぽくなるまですり混ぜます。ではバターがこのぐらいすり合わさったら次、塩2つまみ入れます。はい、そしてよく混ぜます。卵黄2つを入れて混ぜ合わせます。全体はこのように均一に合わせれば OK です。続いて薄力粉をふるいながら入れます。そしたらゴムベラで混ぜるんですが、この時に練らないように生地を切るように混ぜます。生地がこのようにそぼろ状になれば OK です。そしたらこの生地を冷蔵庫で一晩寝かせます。こちら一晩寝かせたクッキー生地です。これを今からまとめていきます。クッキーの生地を成形していく上で大事なことは、ここで練りすぎてグルテンを出しすぎないことです。まず潰します。手の熱を全体にあまり伝えないようにするために、ここだけを使って潰していきます。間違ってもこのように練らないこと。ある程度粉が生地に馴染んできてまとまりが出てきたら、次はもう少し押し固めていきます。練るというよりは押し固める感じですね。先ほどよりもまとまりが出てきました。ここまで来たら最後生地を揉みます。でもこの生地を揉むというのもやりすぎてはいけません。はい、ではこのように全体が均一にまとまってきたら、次はこのように生地を俵状にして半分に分割します。これを冷蔵庫に入れて20分ほど寝かします。卵型の型はこちらの A4 サイズの紙を切って手作りしていきます。はい、どうですか？なんかちょっと微妙ですね。どうですかね。これで OK にします。冷蔵庫で20分休みましたので生地を伸ばしていきます。こちらはモンカクシェンナ TYP650 は強力粉です。こちらが内粉です。ではまず生地を平らに伸ばしていくんですけど、いきなりゴロゴロ回さないで、綿棒のこの面で少しずつ押して潰していく感じです。少しずつ押して、たまにローリングして
もし底がくっつくようだったらきちんと打ち粉を広げましょう。ある程度平らになってきて伸びやすくなったら、ここで麺棒を転がしていきます。底にくっつくようだったらしっかり打ち粉をしましょう。先ほどの型と合わせて足りなかったら伸ばします。型がすっぽりはまれば大丈夫です。この生地の厚みは3ミリ厚ぐらいになってます。切っていきたいんですけど、このキッチンペーパーの上に乗せてから生地をカットしていきます。平らなバットかお皿に乗せて、これをこのまま冷蔵庫で休ませていきます。ではもう一つも同様にこの余りの生地なんですけど、これは卵の縁のデコレーションに使います。この生地って結構バターの含有量が多くて、焼くと少し広がっちゃうんですよ。なのでこれはあえて少し粉を足して練ってしまって、形を崩れにくくしたいと思います。普通に食べる分だったら粉を足して練りまくるなんてことしない方がいいんですけど、今回ちょっと特別に綺麗にデコレーションしたいので、こういう風に粉を混ぜて練っています。この粉の量とかは適量で大丈夫です。こちら少し手に取って手で丸めてちっちゃいボールを作っていきます。こちらは卵白です。この卵白を卵の縁の周りに塗ります。これは丸の粒を接着してあげるために卵白を塗っています。ボールを一個一個並べていきます。なんかもうすでに可愛いです。たらもう一個も同様です。次はフォークで卵に穴を開けていきます。この穴は生地が浮くのを防止してくれる役目があります。こんな感じです。はい、こちら調整して15分経ちました。これまだ焼けてないんですけど、焼きムラをなくすために手前側と後ろ側を反転させてあげます。30分経過しました。この内側と周りで少し色は違うと思いますけど、ここは生地が分厚くなっているのでその分色が薄くはなっています。ですが焼き上がりはこちらの周りの縁がきちんと焼けているかどうかで判断しましょう。焼き上がったタルト生地の上にこちら開幕というものなんですけど、中身はこういう感じですね。これをタルトの底に塗っていきます。こちらはコンデンスミルクをカラメル状にしたものです。日本ではこれ全然馴染みがないと思うんですけど、中南米の方に行くとドゥルセデレチェっていうこれと全く同じものがあるんですね。日本で正直言うとこのドゥルセデレチェが手に入るのは海沢商店ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、手作りする方法もあります。そのコンデンスミルク缶入りとしたお湯の中で2時間ぐらぐら煮るとこの開幕になります。開幕歯がガタガタするぐらい甘いんですけどめっちゃ美味しいんです。100g を刻んでいきます。今回使用するのはこちらのスイートチョコレート。この後沸騰させた生クリームと合わせてチョコレートを溶かしていくので、チョコレートはなるべく細かく刻んでください。ボウルに入れていきます。鍋に生クリーム 100g を計量していきます。そしたらこれを沸騰させます。こちらに沸騰した生クリームを注いでいきます。このまま 1,2 分放置します。これを放置することによってチョコレートと生クリームがより馴染みやすくなります。ではこちらを混ぜていくんですけど、最初少しずつゴムベラを動かします。そして混ぜる方向は一定方向です。チョコレートを生クリームの中で少しずつ乳化させていきます。このぐらい流動性のある綺麗なガナッシュができました。ここに先ほどのガナッシュを流し込んでいきます。ガナッシュの表面だけを優しく撫でて全体に広げていきます。
先ほどガナッシュを流したものにドライフルーツやナッツで飾り付けをしていきます。ズレックの作り方ご視聴くださりありがとうございます。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。楽しいイースターをお迎えください。Happy Easter! До свидания!